なんか気づいたら2ヶ月ぐらい経っちゃってて、最後の動画更新してる。ずっとこれ到着するの待ってたのと、あとこっちですね。キッチンのねレイアウトをどうしようかなってしばらくずっと考えてたんですけど、やっとどうするか決めてですね。で今回は大阪にあるテコラボさんというところに細かくサイズとかをね指定して作ってもらいました。で1、2、3台とりあえず来たんですけど、もう1台ねここ真ん中にこうドーンと1台来るんですけど、まだそれはちょっと先なので、ね、今回は天板とかも作ろうかなと思ったんですけど、これもサイズ指定して買いました。とてもいい感じですね。でこれはね多分切ったまま何にもしてないので、ちょっとねこの角をヤスリで丸く落としたり、あとオイルとかなんか塗ったりこれからしなきゃいけないですけど、この天板はここに置きます。でもう1個同じのがあるので2個同じ天板、なかなかいいね。ウォルナットの集成材です。それでね、ここには穴を開けてもらってあるので、この天板の下に直接ビスをぶち込むか、折り目ナットを仕込んでちゃんとやるかはちょっと後で決めますけど、完成予想図はこんな感じです。いいね。に引き出しを作ります。そうそう、引き出しを作るんですよ。でこれがですね、セルフ&ソフトクロージング装置付きスライドレール4670っていうもので、このスライドレールをですね、この横に L アングルつけてもらったので、ここに取り付けして、で引き出しを自分で作って取り付けます。で引き出しは12345で、こっちも下が引き出しで、上は電子レンジっていうかオーブンとしてしか使ってないけど、オーブンをここに置いて、で下は引き出しにするんですけど、とりあえずちょっとサイズとかね使い勝手とかよく分かんなかったんで、とりあえず1個だけ買って作ってみて、うまくいったら残りの6個分も作ります。なかなかいいね。今日のアップデートはこんな感じです。なので次回はこの引き出しを作るか、もしくはこっちの天板は足場板を新品で買ってきて、でくっつけて自分で天板作ろうかなと思ってるので、そのどっちかになると思います。以上。